し。これが日常なんですね。そうです。パトロールです。河原でおにぎりです。山田さん、で菊ちゃんいました。2人いますね。さあ、ご飯にしましょう。おにぎりが主役ですから、お昼を食べに。もしもーし。ああ、いいよ。うん。いや、何にもないです。意外とね、大熊がパラッパラッと出てるは出てるんだけど、わかりました。はいはい。菊ちゃん、山田さんも何もないそうです。何もない報告です。川でかなりの人と知り合いになりましたね。友達になりましたね。2月になると突然釣りの友達の着信ばかりになるので、ああもう解禁するんだなって思いますね。それはね。こんなに釣れないのにこんなに集まって、魚より釣り人の方が多いよ。やっぱり狩野川の魚、本流の魚、やっぱ銀消したすごく体高があって肌が綺麗で、尾びれと背びれが黒でつまぐろで、戻りって言った方がいいんですかね。そういう魚に出会ってもらいたいですね。多分そんな魚がこう釣れちゃうとみんなハマっちゃうと思いますよね。けどやっぱり当然ライズを見つけられればね、それが一番いいんでしょうけれど、ただそれだけだと一日が時間がもったいなく終わっちゃうんで、狩野川は本当支流がたくさんあるんで、大見川なんかも支流がたくさんあるしポイントもたくさんあるので、そういうライズがない、もう晴れちゃってもうこれはライズ望めないなっていう時はやっぱちょっと支流へ入って、で支流の叩き上がり、釣り上がりをすればやっぱそれなりに魚に出会えるんじゃないかなと思いますね。あんまり本流こだわりすぎちゃうと本当何もなく一日終わっちゃうので、せっかくのお休みが、お昼の12時を挟んだ1時間2時間だけはちょっと川を本流を見てみるっていうのも、手かもしれないですね。いやもう違う、もう俺はね今もう上がるの。そう。仕事に戻りますよ。
パラシュートのフローティングニンフです。サイズをこれは今大熊サイズで作りますけれど、サイズを変えればコカゲロウであったり、あとはエラブタなんかの時にもダンパターンとかスペントパターンがちょっと飽きられたなみたいな時に間にかまして使ったりすると、いい効果が得られる時があります。ちょっと目先を変えるという感じでいつも使ってる、意外と万能なフライになると思います。では巻いてみます。フックのサイズは 212Y の11番でやってみます。でエアロドライウィングのこれは4分の1束のやつですね。でポストを立てたら今度はハックルを巻くのでハックルの巻き代を作ります。こんな感じです。でよくここでポストとかを固める人とかが動きたくないとかっていうのでいると思うんですけど、僕はただめんどくさいのでそのままいつも接着剤も何も使わずにそのままです。でフェザントテールをまずテールを3本ですね使います。こんな感じですね。でここで補強用のワイヤーをこれ一番細いやつかなを巻いておきます。そしたらここにフェザントテールを2本ないし3本ぐらいですね巻き留めます。そしたらまずはフェザントテールを巻いていきます。で補強用のワイヤーを巻きます。でここでハックルです。
でそんなに厚くハックルは巻かないんですけど、ちょっとペタッとさせてないたいので、ちょっと長めのハックルを使います。ちょい長い方がいいかな。ダンカラーです。茶色でもいいと思います。ブラウンでも。でハックルを巻き留めます。で最初の頃はウイングケースとかもつけてたんですけど、今は簡単にさっと巻きたいのでウイングケースはなしで、ここでもういきなりソラックスを巻いてしまいます。ハーズイヤーですね。ちょっと強めに絞って、あんまりかき出したりもしません。そのままです。こんな感じでしょうか。そしたらハックルを巻きます。回転2回転半ぐらいですね、イメージは。たらハックルをポストの根元で止めて、一回ハーフヒッチをして、ハックルをカットします。そしたらウィップフィニッシュをします。3、4、5回。でハックルを整えたらポストもカットです。ちょっと僕はこのハックルがオーバーサイズのやつが好きです。こんな感じでしょうか。これの一番ちっちゃいのはやっぱ木陰ローの、フライはよくこれで巻きますし、でハックルもちょっと長めにして使ってあげればガガンボにもなりますし、あと平田なんかにもカラー変えてあげれば平田なんかにもなりますし、プールとかで使うようなフライではなくて、流れがちょっとあるようなところでいつもこのようなフライを使ってます。